皆さんこんにちは、ふーみんです。今日はコロナのワクチンのですね、混合接種について実際に私が体験しているので、その内容についてお話ししていきたいと思います。今私はですね、コロナのワクチンをですね2回接種しています。1回目はですね、夏ですね、7月ですね、7月24日に受けていて、2回目はその1ヶ月後の8月の27日に受けているんですけれども、日本ではですね、この1回目と2回目というのは同じ種類のワクチンじゃないといけないはずだったんですが、いろいろな事情で実はですね混合接種をしてしまっています。その時にちょっと思わぬ体調の変化があったので、この内容についてお話ししていきたいと思います。皆さんもですね、今3回目の接種が始まっていて、私の友達や、仕事の仲間もですね3回目の予約を取って、早い方はもう受けたよという方もいるんですけれども、そこでワクチンの種類どうしようかなというふうに悩まれる方もいらっしゃると思いますので、今から予約する方、今から接種する方のですね参考になればと思います。まず1回目のワクチンなんですけれども、私はですねお寺で受けました。住んでいるエリアにですね、増上寺というお寺が、有名なお寺があるんですけれども、そのお寺の中で、接種ができるということでお寺をチョイスしたんですね。で、自治体の、ホームページからリンクしてあるワクチンの予約ページでですね、この増上寺というお寺を選択して接種しました。で、1回目の症状はですね、モデルナを打った後は腕はですね非常に筋肉痛になりました。ただ体調としては非常に良くてですね、微熱程度で終わっているんですね。1日目の状況ですね、メモに残しているんですけれども、当日の夜は 36.8 度です。頭痛がしているというメモを残しています。翌日も微熱なんですね、36.7 度ということで、数日間ですね腕の筋肉痛があったぐらいで、熱も高熱が出ずに済んだというのが1回目のワクチン接種ですね。モデルナの接種後の状況になります。そして時が経ち、2回目の接種ですね、2回目の接種に行こうと思ったんですけれども、実はですね、このチャンネルでも紹介していますけれども、ボディコンテストの大会の日と予約していたワクチンの接種日が重なってしまって、私はですねその2回目の予約をですね変更したんですね。なので若干ですね期間が空いてしまったんですけれども、2回目は今度は別の場所で、接種をしました。そして2回目のワクチンを接種した後なんですけれども、体調の変化はですね、ちょっとこれからこの後お話しする、ある一つの症状を除いて高熱が出たり、例えば1回目の時のような筋肉痛になることもなかったですし、吐き気が出たりだとか寝込んでしまうということは一切なかったんですね。結構体は元気ピンピンだったんですね。ですが実はある一つの症状が出てしまったんです。それはですね心臓の動悸なんですね。この動悸が一定期間ですね、だいたい1時間に1回ぐらい、ちょっと今喋れないっていうぐらいの気持ち悪い動悸がですね、しばらく続きました。だいたい2週間ぐらい続いたというふうにメモを残しているんですけれども、普段は全く動悸とかは感じたことないんですね。そういった動悸だったり血流に関するような病気というか、そういった症状って全く感じたことがなかったんですけれども、非常に怖いなという感覚を持っていました。当時この去年の夏のシーズンですね、コロナがまた流行り始めて、例えばコロナにかかって病院に行ったとしてもちゃんと、適切な処置が受けれるかどうかわからないというような、そういった状況になっていましたので、急に何か発作などが起きた時に
助かる見込みとかってちょっと厳しいのかなと思いながら、不安を抱きながらちょっと生活をしていたんですね。混合接種をしたからですねそうなったのか、もしくは私の体がモデルナと合わなくって、何か私の血液とモデルナのワクチンが何か合わなかったかもしれないんですけれども、普段感じたことのない大きな動悸がですね、ちょっと待ってっていうぐらい、今ちょっとドーッときたっていうようなぐらいの動悸が何度もあったので、ちょっとこういったリスクがあると言いますか、何かしらやはりワクチンが合わない方はですね、似たような症状なのか、どういった症状がその方に出るかわからないんですけれども、そういった症状があるということをですね知っておいて、ワクチンの種類を選んだ方がいいのかなと思いました。2回ともですね同じ種類のワクチンをほとんどの方が受けられていると思います。でその受けられたワクチンで大きな変化がなかったり、苦しい状況が発生していないのであれば、できればそのワクチンを選択した方がいいんじゃないかなっていうのは本当に個人的な意見ですけれども、そう思います。だってまだ受けたことないワクチンをですね体に入れることでどのような症状が起きるかなんて誰も分かっていないと思うので、以前受けたことがあるワクチンで特に問題なかったのであれば、3回目もですね同じような症状で終わると思うので、ちょっと人それぞれの考えもちろんあると思いますし、国の方が用意したワクチンの数にもですね限りがあると思いますので、もちろんこれを打ちたいと思っているワクチンの種類がですね在庫の関係で選べないという方もいらっしゃると思うんですけれども、ちょっと自分の体とですね相談してみて、ちょっと不安があるなという方はですねこちらの動画の情報も参考にして、自分の体に接種するワクチンですね、あまり安易に選ばずにですねちゃんと見極めて選んでいただくきっかけになればと思います。この心臓の動悸をですね体験した、私からするとちょっと同じような症状はもう味わいたくないなと思っているので、3回目の接種のワクチンのですね実は種類を迷っています。1回目のワクチンも2回目のワクチンもですね自治体が提供するワクチンを打ったんですけれども、会場でもですね接種する前にいろんなチェックがありますよね。まずは、接種券番号を持っているかとか、あとその日の体調であったりだとか、そして持病があるかどうかとかですよね。そのあたりのチェックを、1回目も2回目も受けました。で私としてはこのチャンネルでもお話ししてますけれども、橋本病という持病があって、免疫ホルモンがですね非常に少ないというような病気を持っていますので、自分は橋本病ですよということと、日頃毎日飲んでいるお薬はこれですよということを、そこにいらっしゃる専門のお医者様にですねお伝えして、その上で、今日は、体調がいいようなのでワクチン打ちましょうというような流れでワクチンを打ったんですね。でそのお医者様との会話とは別に、担当者とも、以前打ったワクチンはこれですよということで、1回目のワクチン接種券の証明書もちゃんとお見せして、でその後ワクチンを打ったんですが、ワクチンを打った後ですね、ワクチンの接種証明書をですねいただく流れになっていると思うんですけれども、そこで発覚したんですね。あれ1回目と2回目って違うワクチンですねって言われたので、結構びっくりしたんですけれども、その方もですね普通におっしゃるので、そういう人もいるのかなと勝手にちょっと納得して、その場をですね去ったといいますか、少し休憩して自宅に戻ったんですけれども、実はまだ日本ではその時混合接種って認められていなかったということなんですね。海外のニュースも見ていたんですけれども、海外では混合接種の方がよりワクチンの効力が高くなるとか、そういった情報も出ていたので、結果的にラッキーだったのかもぐらいに思っていたんですけれども、その翌日からですね、ちょっとすぐに電話に出れなかったんですけれども、知らない電話番号が私の携帯に
かかってきていて、でちょっと折り返し連絡したら自治体の、役所のワクチンの担当の方からだったんですね。でその方からのお話があって、実は混合接種をされていますと。で日本ではやはりこれ認められていませんという説明がありました。ただ私としては自治体のホームページからワクチン接種の予約ができたし、思い込みとは言っても事前に問診を受けて、それで1回目のワクチンの、ロットの書かれた証明書もですねお見せした上で受けたんですけれども、結果的にですね知らないまま混合接種してしまったということがもう事実として分かったので、私のその何ですかね、こう追跡というか症状について何かこう研究したいというか、もしそういったニーズがあれば協力しますよというふうにお伝えしたんですね。でそれについては特にいらないということだったので、一応状況だけお伝えしておきますということと、あとワクチンの証明書とかは別に混合接種であったとしてもそれは発行されますというようなご説明をいただいたので、丁寧な説明を受けてですね、一安心したという状況でした。ここまで話しておいてちょっとそうですね、ちゃんと混合接種してるのかどうかという事実をですねお伝えしてなかったので、この接種券ですね、ワクチンの接種券にシールでいただいているこちらですね、見せられる範囲で見せますけれども、1回目はですね増上寺で受けていて7月の24日ですよね。モデルナ、ちょっと文字がぼやけてますけれども、モデルナですね、武田工業薬品のモデルナですね。そして2回目は東京ドームでファイザーですね。ここにファイザーのマークありますけれども、ファイザーを受けているんですね、8月の終わりに。はい、こういった形で混合接種をしてしまっています。今日この動画を通じてお伝えしたかったのは、こっちのワクチンがいいとか悪いとかではなくてですね、私は実は2つの種類ですね、モデルナとファイザーをそれぞれ受けていて、それぞれの症状が違ったという体験をしていますので、皆さんがですねワクチンを今後選ぶ時にも、もしかすると今までに受けたことがないワクチンを接種した場合には今までと全然違う症状が出る可能性があることだけですね、ちょっとしたリスクがあるかもしれないということだけ覚えておいていただければなと思います。とは言ってもですね、ちゃんと承認されて認可されているワクチンなので、今後ですねモデルナでもファイザーでもそれ以外のワクチンであったとしてもですね、みんなで一緒にですね集団免疫を作って一日でも早くコロナ禍を抜け出して、以前のようなどこにでも出かけたり旅行に行ったり遊びに行ったりできるような、そういった生活をですね取り戻したいなと思いますので、ワクチン接種予約してもらって接種していただければいいんじゃないかなと思います。今日の動画が参考になったという方はぜひいいねを押していただければと思います。そしてこちらのチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではまた他の動画でお会いしましょう。